はい、それではステップ6。譜面ですが、譜面、この1枚、この面を何枚かの、鎌、何等目かでも切ってもいいんですが、できることならこれを1枚で、完璧にフラットに仕上げる、そういう運動法を心がけてくださった方が、切った後美しさは増します。大会に向けてですが、大会だとできるだけ1枚で譜面1枚で土踏まずって作った方が綺麗に見えるので、その技をお伝えしていきます。ポイントなどをお伝えしていこうと思います。それでは、6日目実践動画スタート。はい、今日はちょっとよく伸びた爪が出てきたんで、これやっていってみようと思います。譜面を1枚でっていうお話でしたが、1枚でフラットに切り切るまとめた運動法、それをやっていってみようと思います。それでは荒落としの方から、落としはここまで。はい、次裏切ってみます。はい、今日は譜面1枚でっていうことですけど、先ほどよく伸びてましたけど、またこれも難しい爪きましたね。まずこんだけ副蹄伸びてたら副蹄の処置は必ずしてあげてください。サクテーションがしないとね、獣医さんも農家さんもできる仕事ではないので、副蹄の処置は大事なところなので、きっちりここは押さえていってください。大会なんかだったらね、メインで蹄がやっぱり削りたいと思うので、時間があればこうやって丁寧に角を落とすヤスリがけまでやってれば、審査員の先生が一生懸命審査してくれる、先生方への敬意も込めて、できるだけ爪の掃除もきれいにして先生に見てもらいましょう。これぐらい伸びてたら先端でもう絶対長いところは落としといてあげた方が、鎌でも落とせるんですけどね、これぐらいの硬さなら。そして仮面フラット1枚で作っていこうとするときに、この牛の蹄の特徴っていうのをこう把握してやっていかなきゃダメですね。これ低所ここきれいに抜けちゃってもありませんが、しっかり硬いので、この抜けてあるところらへんか、でもここまで低所取っちゃうと多分取りすぎになるので、これも美卵ですが、これは多分完全に抜けきってる部分なので、これよりも少し上から譜面を作る。つまりここには譜面が多分できないです。それを頭に置いて内定外定揃えて1枚で切っていきましょう。美卵の処置、これはいいです。これ最初の荒落としで軸足底壁バンバン叩いてるように見えたでしょうけど、ここちゃんと白帯残ってきてる。その秘密をもうまた後ほど説明していきますので、また他の動画で説明していくので、それはお楽しみに。ここが多分限度の牛と牛の神様がこう作っていこうとしとる譜面の位置なんでしょうけど、これはちょっと限度超えとるのでここに合わしちゃダメです。ここは残してください。でもここにずっとこう、譜面があるものとして土踏まずなんかをここから先は作っていく。僕は普段の仕事では土踏まずを先に取っちゃうんですが、ここはとりあえず譜面のフラットっていうところをテーマにして
1枚で切る。1枚で切ったらこの段差がこうやってちょこちょこついてると思うんですけど、これがなくなるので見た目が美しいです。っていう、こういう一連の今まで何日かかけて教えてきたところの入りは、この毛の生え際の角度と同じに合わしたところから横に抜き、最後これを連続でするのが最初の頃は難しいと思うので、一旦横に抜く、こういう船底になるようなしゃくれをなくすために横に抜きます。真横、この角度に合わせて真横、この角度に鎌を合わせて真横、真横からスタートの2枚で切っても大丈夫です。3枚より2枚、2枚より1枚、そういうのを心がけて、今日は連続した、譜面の意識、そういうところをテーマに削ってみました。でこれまだまだ白帯あるんでね、掛け白とかあるんですが、ね、ここの白帯の白い帯の中心にここ白い線入ってますよね。これの正体が何かも後々動画の中で解説していきます。ここは互角になってますね。これちょっとこの白帯の厚みからして低葉円気味に少しはなってたんでしょうね。はい、今日はありがとうございました。これも連続した今までのステップの練習をまずやっていってください。またここから先はね、土踏まずとか教科書に載ってない技は、有料チャンネルの方で紹介していきますので、また見ていってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、さっき切った爪ですけどね、一応設置させた状態、っていうのを作ってみました。それで今動画撮りました。見て右側に当たる方は低葉円みたいになって白帯がまだまだ残ってた方なのでちょっと長く見えますが、まだまだ、ヤスリかテーロかけてしっかり定型を、内定の方に合わせていけると思いますので、それを、やっていけば綺麗な爪に最後仕上がるんじゃないかと思います。最後の細かい仕上げなんかもね、動画で一つずつ、取り上げていこうと思いますので、まずここまで譜面のフラット、見方、ああいうところ、鎌の入れ方など、運動法など注意しながら、まだ作定始めて間もない人なんかはそういうところを注意して、歯間劇をちゃんと上から下まで見通せる位置、斜めから見ない、そういうところを意識して作定に取り組んでいってみてください。またね、この中で、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかっていう意見がある人はどんどん意見募集してます。その意見に、応じて、疑問でも何でもいいです。それに応じて、また答えになるような動画が作っていけたらなと思っています。で、皆さんの意見などから、いろんなご指導もいただきながら、この小川原流を完成していきたいと思いますので、ぜひ、いいねもチャンネル登録もお忘れなくよろしくお願いします。いい作定士目指しましょう。ではまた来週。私のところでは個人事業主として一緒に作定日本一を目指してやってやろうという方を募集しております。同時に新規作定依頼も受け付けております。今日の動画が勉強になった、参考になったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、いいねよろしくお願いします。